こんばんは、新パイロットきよきよです。さて、皆さん、マイクロソフトフライトシミュレーター2024がリリースされてから丸1年が経ちました。1年前、11月の20日、皆さん覚えていらっしゃいますか？サーバーはカフカ、コンテンツ配信もネットワーク問題でゴタゴタ、正直厳しい船出でした。皆さんはこの1年前のリリース日、何をされていましたか？ぜひコメント欄で教えてください。この1年間、マイクロソフトとアソボスタジオは本当にユーザーの皆さんの意見を聞きながら、文字通りお経のような長いバグ修正と最適化のリストを出して格闘してくれました。初期の問題を潰すための一連のアップデート、ホットフィックス、コンテンツパッチを惜しみなく提供し続けてくれましたよね。そしてついにこの1年が経ち、ようやく日本語 UI のバグなどが修正される SIM アップデート4が来ようとしています。これを機に、よし、今からマイクロソフトフライトシミュレーター2024を始めようと考えている方もいらっしゃるかもしれません。ご存知の通り、2024にはスタンダード、デラックス、プレミアムデラックス、そしてアビエーターと4つのエディションがあるわけなんですが、リリースから1年が経った今、結局どのエディションが一番おすすめなのという疑問を今日の動画で私なりの視点を述べていこうと思います。ひとまず先に答えから言わせてください。今から2024を始めようとしている方は、特別思い入れのある期待がある場合を除き、一番安いスタンダードエディションで十分です。これ3日くらい悩み抜いた結果、たどり着いた私なりの意見です。なんでと思う人たくさんいると思います。上のエディションには憧れの787とか、輸送機の C17、リージョナル機の ATR がいるのになぜスタンダードでいいのか。これには明確な理由がいくつかあるんです。理由は大きく分けてこの3つです。1つ目がスタンダードエディションだけでも豊富に機体が用意されている。2つ目が結局のところ777や A350 などの他の機体を買いたくなる。最後の3つ目が日本を飛ぶだけならスタンダードエディションだけで良いです。ではそれぞれ詳しく見ていきましょう。まずは理由その1、スタンダードエディションだけでも豊富に機体が用意されている。まずこのスタンダードエディションに収録されている機体は全部で70機。これは驚異的な数です。グライダーから気球、様々なプロペラ機、もちろん大型の旅客機、ヘリコプターまで、ありとあらゆるジャンルの機体がこの一番安いエディションに詰まっているわけです。例えば、日本でもおなじみのエアバス A320 ネオ、ボーイング737、大型機であればボーイング747、エアバスの A330、そして個性的なベルーガ XL までいるわけです。長距離を飛びたいユーザーも貨物機を飛ばしたいユーザーも大部分の人はこれだけの機体があれば遊ぶ機体には困らないと思います。でもどうしても C17 とか上位エディションの機体を飛ばしたいんだという人もいるかと思います。その場合はシンプルにマーケットプレイスで機体を個別購入すればいいんです。ただ残念な点が一つ、787などの一部の上位エディション限定の機体は個別購入ができません。マイクロソフトとアソボスタジオはこのゲームがリリースされる前にこれらの機体も個別購入できるようにすると言っていたんですが、なんだか中途半端に終わってしまった印象です。ちょうど1年経った今こそ全ての機体を個別購入できるようにしてほしいと強く願っています。あの機体は個別購入できて、この機体は上位エディションを買わないとダメっていう解説が面倒なのでよろしくお願いします。理由その2、結局のところ他の機体を買いたくなる。実は私、面倒なことを避けるためにプレミアムデラックスエディションを購入したわけなんですが、正直に言います。そこについてくる機体、ひいてはデフォルトの機体は数回しか飛ばしていません。なぜか、これがこの理由2につながります。この1年間、デフォルトの機体はバグや
最適化不足だらけで、最近になってようやくなんとか飛ばせるようになってきたという印象です。機体に強い思い入れのない人は、正常な状態からいきなり急降下する機体なんて誰も欲しがりませんよね。実際に私もそうでした。ではそうなったらどうするのか。結局サードパーティー製の機体を後から購入することになります。例えば PMDG の 777-200ER などを購入すれば、787の代わりとして長い距離を、そして日本の主要な空港にもより安定して離着陸が可能になります。またパソコン版なら機体の動作にとことんこだわったフェニックス A320 や FS ラーブス A321 といった超リアルな機体もあります。戦闘機やヘリも挙動やギミックにこだわった機体が数多くリリースされていて、例えばこのミラージュのように外部サイトで購入すればミサイルを発射することさえ可能になりました。結局のところスタンダードエディションで SIM の購入費用を抑え、デフォルト機よりもこだわったより安定して飛行できるサードパーティー製機体を購入し、日本や世界の空港を旅する。これが現時点で最もストレスなく、そして最も長く楽しめる方法だと思います。ただ、公式のデフォルト以外の選択肢がない機体があるのも事実。もし上位エディションの機体に強い思い入れがあれば、迷わず購入してみてもいいかもしれませんね。そして最後の理由 ③ が、日本を飛ぶだけならスタンダードエディションだけで良い。これは日本の空港を網羅するという視点から見て、スタンダードエディションで十分という話です。2024で利用できる手作り空港は、大きなところだと羽田、長崎、八丈島、下地島、そしてワールドアップデートで追加される北九州の5つです。あとはマーケットプレイスで購入可能な北海道の空港、成田、関西と八尾、そしてナビグラフとの相性が悪い福岡、那覇空港などがあります。パソコン版の場合、さらに前作2020の空港やフリーで公開されている空港を入れると、北から南まで大きなところであれば8割型空港が揃います。ということで、後々の日本の空港アドオンの導入を考えると、費用を抑えたスタンダードエディションで良いことになります。海外の一部空港は、これまで出たワールドアップデートやシティアップデートで無料追加されるほか、大きな国際空港は大抵大手のアドオン会社がリリースしているので、もし欲しくなった場合は、こちらを個別で購入すれば良いと思います。ということで、今から2024を始めようとした場合のおすすめのエディションは、スタンダードということになりました。もちろん、他のエディションが悪いというわけではありません。長い目で見た場合、総合的に見た私の意見となります。また、これは2024の SIM アップデート3時点での話なので、70機の機体更新が予定されている SIM アップデート4では、もしかしたら違うエディションをお勧めするかもしれません。まずはともあれ、遊ぶエディションに迷ったら、一番安いスタンダードエディションから始めてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。